プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子と申します。プレカリアートユニオンは誰でも一人でも加入できる労働組合です。私たちは6年ほど前から LGBTQ 労働相談に対応して LGBTQ が職場で直面する様々な問題の相談を受けて共に解決をしてきました。今日は、労働組合であれば LGBTQ が職場で直面する問題について悩み事や相談を聞くというだけではなくて、共に実際にその問題を解決できるということをお伝えしたいと思います。では、まず最初に私たちの組合員が出演している動画をご覧ください。些細なことかもしれない。でも、よく考えると重要なことだったりする。男性2名が新しく来月から入ってきます。そのうちの1人がトランスジェンダーです。そして中性的なのですぐにわかります。僕はずっとアウティングをされてきていて、第三者に自分のセクシャリティジェンダーをずっと職場でばらされてきました。その中でずっと自分が黙っていればいいと思っていたんですが、きちんとアウティングをしないように会社に働きかけようと思い、加入しようと思いました。団体交渉をして一人ではない、そして仲間たちと一緒に動いているといったところもすごく仕事の内容とセクシュアリティって関係ないですよね。その発言にがっかりしました。目に見えない心の傷が増えていってるかもしれない。自分が我慢すればいい。声を上げることは悪いことだから黙っていいよ。確かに怖いかもしれない。でも声を上げよう。あなたは間違っていない。勇気に変えよう。大丈夫。私たちがいるから。誰でも一人でも加入できる労働組合プレカリアートユニオン。ご覧いただいたように、例えば職場でアウティングをされてしまって、その職場に居づらくなってしまう。その職場で働くのが辛くなってしまうということがあります。これまで多くの LGBTQ の当事者は、その職場に何も言わずに職場を去るということで対応してこられたと思います。仮にその職場でこれからずっと働き続けようとはもう思っていないとしても、何の保証もなく自分から職場を去ってしまったら、どんどん生活が不安定になってしまいます。そんな時は私たちプレカリアートユニオンや LGBTQ の労働問題に対応している個人加盟の労働組合にご相談いただいて加入をしていただければ、アウティングのせいで職場を去らなければならなくなったことの責任をその会社に取らせて問題を解決することもできます。具体的には生活の保障にあたるような解決金と呼ばれることの多いお金を支払わせて、その上で退職をして解決をするというような解決もあり得ます。もちろん職場に残って、その職場で今後は LGBTQ に対する差別やハラスメントがない就労環境を実現して、いろいろな対策を取らせながら働き続けるということももちろんできます。そういった LGBTQ が職場で直面をするアウティング、ソジハラ、それから解雇、そのような様々な問題が起きたときに、単に困ったことがあるんだと言って仲間やお友達に愚痴を言ったり悩み事を話したりするだけではなくて、それで気持ちが救われることももちろんあると思うんですけれども、労働組合であれば様々な法律の後ろ盾、様々な法律に裏付けられた権利を行使しながら、場合によっては実力行使も合法的にしながら、その会社に問題の解決をさせるということができます。じゃあ、
なぜそういうことができるのかということもお話ししたいと思います。労働組合は働いている人同士の助け合いの組織です。雇う人と雇われる人だと圧倒的に力関係の中で差があります。雇う人、つまり使用者と言いますけれども、雇う人がものすごく力が強くて、私たち圧倒的多数の人は自分が働く代わりに給料を受け取って働かないと生きていけない立場の労働者というふうに呼ばれます。その自分が働くことをお金に変えないと生きていけない。多額の不労所得があるとか、もうたくさんのマンションを所有していて、もう毎月家賃収入があるから働かなくても生きていけるとか、圧倒的多数の人はそういうわけではありません。働かないと、働いた代わりにお金を受け取らないと家賃も払えないし、ご飯も買えません。そういう立場の労働者は、お金を払う立場の使用者よりも圧倒的に弱い立場にいます。でも、数は多いんです。その立場はとっても弱いけれども、数は多い。一人一人個別バラバラでいてしまったら、とても弱い立場の労働者が数は多いので、同じ立場の私たちがまとまって手を組んで、友達だからとか、いい人だからとか、好きだからっていう意味で仲間になるのではなくて、自分たちがまとまった方が力が強くなれるから、合理的だからということで、一定のルールや、約束のもとにみんなで集まってまとまって立場が強い、とても力が強い使用者にみんなでまとまってかかっていくっていうのが労働組合です。それが、労働組合に関する、法律の前提です。一人一人だと弱いから、まとまって、ひとまとまりになって、立場が強い使用者にかかっていこうというのが労働組合です。で、個別バラバラの関係しか使用者、雇い主との間にないと、つまり自分の、労働条件、お給料とか、お休みの日数とか、働く時間とか、そういったことについて自分と雇い主との間の約束のみに縛られてしまったり、この力関係の中しかないと、力の強い方が弱い方をどんな風にも都合よく、対応してしまうということができます。例えば、お前は働きが悪いからとか、ソジハラに対応するのがめんどくさいから、そろそろ職場を辞めてくれないかっていうようなことも、立場が弱いままだと、そのまま、職場でまかり通ってしまうことになります。でもそれは、そもそもやってはいけないことです。法律上もやってはいけないことですし、道義的にも、許してはいけないことです。でも、一人しかいないと、労働者がたった一人で立場の強い使用者と向き合わなくてはいけないと、心細いし、力も弱いままです。ですので、横につながって、同じ立場の者同士が団結と言いますけれども、労働組合というまとまりを作って、自分たちの、身に降りかかった職場の理不尽な問題を解決したり、より良い労働条件を獲得したりするのが労働組合です。そして、労働組合を作ると、法的に認められることが主に2つあります。1つは、団体交渉をする権利です。団体交渉というのは、労働組合と使用者、雇い主が、する、正式な話し合いのようなものです。で、これは労働者個人が職場の問題を、このソジハラはあまりにもひどいので、ちゃんと対応してください。パワハラがとてもひどいので、しっかり、加害者を注意してください。そんなことを自分一人の労働者の立場で使用者にもし話したとしても、相手が、しっかり話し合いの場に出てきて、誠実に対応するという担保はありません。でも、労働組合が組合員の
雇用や労働条件に関して、団体交渉を申し入れた場合は、使用者、会社側はそれを拒否することができません。正当な理由なくしてそれを拒否したら違法ということになってしまいます。罰も課せられます。で、その団体交渉の場に法律の縛りをかけて、雇い主や使用者を引っ張り出すことができるというのが労働組合のとても大きな強みです。そして、ただ話し合いの場に形式的に引っ張り出すだけではなくて、誠実交渉義務というのも、使用者側、会社側に課すことができます。で、誠実に交渉するっていうのは、その人が気持ちの上で真面目に交渉していました、態度が真面目でしたということではなくて、根拠を示して主張をした上で、労働者側を納得させる努力をしなければいけないというような縛りです。つまりどういうことかというと、団体交渉を申し入れられた、ちょっとうるさいなと思っているけれども、ソジュハラを解決しろっていうふうに労働組合から申し入れられたので、拒否すると違法になっちゃうから、ひとまず団体交渉の場に出て行ってやるけれども、何にも認めないぞ。それで何の対策も取らないぞ。うんとは言わないぞ。というような対応をもし取っていたとしたら、それも誠実交渉義務を果たしていないということで違法になってしまいます。形式的に団体交渉の場に出てくればいいのではなくて、仮に、ソジュハラがあった、またアウティングがあったということで、問題を解決しろ、謝罪をして釈明をして、保証しろというような要求を私たち労働組合の側がしていた場合、そんなことは一切していませんとか、大した問題ではありませんとか、いうようなことをもしも主張するのであれば、労働者側は様々な事実に裏付けられた根拠を示した主張をしますので、そうではないんだというのであれば、そうではないということ、もしくは責任を取る必要がないということを根拠を示して主張しなければいけなくなります。で、一方的に意見を言いさえすればいいのではなくて、これこれこういう根拠に基づいて、こういう証拠に基づいて、ということをしっかり示した上で、組合側に説明や回答しなければいけないという義務が課せられるので、いい加減な対応をするわけにはいかなくなります。そしてもう一つ労働組合に認められた力、パワーとしては、その団体交渉は下手に出てお願いをするような話し合いの場なのかというと違うんです。もう一つ、権利できるものが、権利を行使できるものがあります。労働組合に認められた実力行使をする権利があります。それは有名なもので言うとストライキです。私たちは自分が働くことをお金に変えて生きているんですけれども、働くかどうか、労働力を提供するかどうかを自分の労働条件を良くしたり、労働問題を解決するための駆け引きの材料にしていい。それを武器にして使用者側、雇い主と交渉していいんだよということが、わざわざ権利として認められています。で、ただし、私たちのような個人加盟の組合に加入をする方というのは、必ずしも職場で大多数が一度に組合員になるという場合が多いとは限りません。職場で、セクシャルマイノリティ LGBTQ の当事者の方がたった一人で困難に直面していて、たった一人で私たちの組合と出会って問題を解決するために交渉に立ち上がるという方も大勢おられます。そうすると、一人とか二人とか三人で何百人何千人の従業員がいる会社と交渉する場合、そのただ一人がストライキをしてもあまり効果がありません。そして、あまりにもひどいハラスメントが行われてしまった場合は、もう職場にいることが難しくて、職場をお休みをしているという状態で私たちの仲間になる場合もそれなりにあります。そうすると、ストライキをする権利を武器として使うことができません。そういう場合、どうするかというと、例えば、その、会社に対して問題を解決をしろということを、
事実を批判した分かりやすいチラシを配りながら、会社の前でアピールをする、アクションをする、宣伝活動をする、大きな音が出るスピーカーを持って、その会社の前で宣伝をする。それからプレカリアートユニオンは組合の凱旋車というのも持っていますので、その凱旋車を使って、場合によっては会社の前や周辺で問題を解決しろということを訴えて、実力行使をして力の行使をするということも、労働組合については、正しいやり方でやれば刑事的にも民事的にも相当程度免責をされます。でも仮にそれを一労働者の立場で、一人の個人の立場でやってしまうと、仮に訴えている内容が事実だったとしても名誉毀損だということにされて、威力業務妨害だということで、場合によっては損害賠償請求をされたり、やり方によっては、逮捕されるということもありえます。個人の立場でやったら刑事的、民事的に、責任を問われかねないことも、労働組合が正しい目的のために組合活動として一定の限度の中でやる場合は、逮捕をされたり損害賠償請求をされたりせずに、それを私たちの武器として使うことができます。そういうことも認められた、労働組合という、法律に裏付けられた活動が認められている組織だからこそ、いざとなったらそういう実力行使もするんだよというカードを持って団体交渉という話し合いに臨むので、とても力関係で言えば強い使用者、雇い主、社長という相手に対して、立場が弱い労働者がしっかり対等な立場で渡り合えるということができるようになります。この、いざとなったら行使する、その実力行使をするカードを持たずに、ただ単にお話し合いをしてしまうと、労働組合関係者の中では、それは奴隷がお願いをしているようなものとか、実力行使をする、ストライキ権の行使を前提にしない団体交渉というのは集団的な物乞いであるというふうに表現をされることもあります。いざとなったら使えるその力を背景に持ちながら、でもしっかり理を尽くして団体交渉の場で説明をして、法律的にこういう対応をする必要がある、ソハラはやってはいけないし、そもそも会社は対策を取っていなければいけなかったことだし、起きた問題については適正な対応をしなければいけなかったし、そのことによって生じてしまった損害には補償しなければいけないんだということをしっかり、論理的に根拠を示しながら団体交渉という話し合いの場で私たちはご説明をします。そしてそれを当事者が直接責任がある相手、決定権を持っている社長や、経営陣、場合によっては会社の代理人と呼ばれる弁護士に、当事者が自分はどういう状態だったのか、実際はどうだったのかをしっかりダイレクトに伝えられるということもできます。そういう団体交渉という場で、しっかり筋道を立てた話し合いや、やり合い、駆け引きをしつつ、その話し合いの背景にはいざとなったら実力行使もしますよというカードをしっかり持った状態で、その交渉で大多数の問題は解決をするということができます。ですので、これまで LGBTQ 当事者の皆さんは職場の問題についてお友達や仲間、それからさまざまな LGBTQ の団体にご相談をされたり、悩み事として相談するということはあったと思います。でも、悩み事を相談をしているだけでは、その問題を直に解決することができません。でも、労働組合であれば、まずは相談していただいて、
どのような問題をどうやったら解決できるのかということをしっかり説明を聞いていただいて、じゃあ一緒に頑張ろう、問題を解決しようと思っていただければ、さまざまな、法律的な、裏付けを持ちながら、労働組合というある意味戦う組織、そして戦う組織でありながら助け合う組織、弱い者同士が、まとまって力を得て、自分たちの力を高めて身を守ったり命を守ったり健康を守ったりより良い条件を獲得したりする、その労働組合の仲間の一員になってもらうということで、その職場の問題を解決して黙って職場を離れてどんどん生活が不安定になってしまうというその負の連鎖をなんとか断ち切るということができるのではないかと思います。私たちの仲間になった組合員になった LGBTQ 当事者たちはそのまま黙って泣き寝入りして職場を去っていたら何の保証もないままだったと思います。でも、アウティング問題をしっかり解決をしたり、ソジハラで休職せざるを得なかったという問題について労災申請を組合が、一緒になって、行ったり、休職からの復職を交渉の中で実現させたりということで実際に問題を解決することができています。では、後半では具体的にどういう事例についてどんな解決ができたかということをお話ししたいと思います。ありがとうございました。